さあどうも皆さんこんにちは、ゼロでございます。ということで今回はですねちょっと緩めにいきます。ということで今回はですねこちらまたジマボードかよってなるんですけど、別にジマボードじゃなくてもいいんだけどね、シリーズで制作中のジマボードでスーパーコンピューター作ってみたっていうのがあるんですけど、こちらまだですねちょっと時間がかかっていて、このラックを作ってるんですよね。これを同時に設置して動かせるような、それがねまだ時間かかりそうなので、ちょっと今回はせっかく今ね5台も手元にあるので、これを使って前やった AI のチーム版を作ってみたいなと思っております。簡単に言うと、5台使うか分かんないけど、複数の AI、オープン AI のチャット GPT とアンソロピックのクロード、ここが今最近は有名です。そして皆さんがよく使ってるであろう Google のジェミニ、この3人目と、あと4人目、中国系の AI 入れようかなと思ってるんですけど、キミっていうやつかディープシークで、もう一人もしかしたらXAI のグロックさんを入れたいんですけど、それが使えるか分かんないんですけど、とりあえず5社の AI を同時に利用してチームで動かしてみたらどうなるのかっていうのをやってみたいなと思ってます。で、今回は自律的 AI っていうよりかはエージェント型ですね。最近流行りのエージェント型、与えられた仕事をこなす AI を作ってみたいなと思っております。でですね、今回は莫大なお金がかかってしまうので、すごい追い求めるかとか、そのモデルって言って AI のね頭の良さみたいなのがあるんですけど、いいやつを使うかはちょっと料金次第っていうところなんですけど、とりあえず設計してって実験してみて結果どうなるかとか、それぞれの性格とかも見れたら面白いかなと思って今回やってみたいと思います。ちょっと軽い感じでやっていきましょう。ではいきます。さあ、というとですね、今回ジマボード Linux を入れます。 Windows とか Mac とかいうその OS で言われる Linux ってやつ、サーバーとして使える OS を入れます。で、今ねこのジマボードのラックセットちょっと使いにくいので、今の状態だとまだ制作途中なんですけど、こちらジマボードラック用に作ってるケース、これ本当のサーバーのラックの2U 版ですね。2U って言って、このままサーバーのやつにグスッとちょうど入るサイズなんですけど、それで今 3D プリンターで作ってて、ここに5台をこうやって並べるんですよ。こうやってよくない？これを5台ポンポンポンって置いてやっていきたいと思います。別に今回これはまだ試作品なので、ちょっと一回外そっか全部。よし。さあ、ということで全部取り外しました。やっぱこのコンパクトさでコンピューターが動くっていうのはいいですよね。これ少しだけ設計うまくいってないんですけど、ここにこうやって入れます。こうやってね。で、これ重なっちゃう？もしかして。重なっちゃう。これ自体あんまり熱持たないんで、重なるのはいいんですけど、この後付けファンがちょっと重なってるね。これはまた設計し直せばいいです。今回は固定用ってことでこんな感じでやっていこうと思ってるんで。ぎゅうぎゅうだ。でもめっちゃいいね。これちょっと分かんない人のために、ちょっと今回の動画と関係ないんですけど、今やってるスパコン化計画の話なんですけど、これがラックってやつです。でこれミニラックって言って 6U まであります。6個の段まであるって感じです。でこれがすごい高い40何個とかあるのがサーバーとかデータセンターとかにあるやつなんですけど、これの1段2段で、ここで言うと3、4、ここの段にこれを入れれるように作ってるんですよ。スッてね、スッて入るように。ほらちょうど 2U ですね。なんでここに入れて将来的には運用したいなっていう感じで、これ 3D プリンターで印刷できる半分のサイズまで印刷してます。なんでもう1個印刷してここでネジで連結って感じかな。今回まとめるためにねこれ使ってるんですが、将来的にはそうなります。大丈夫だよね。ちょっと今回テストで作ったんでずれてますけど、これでやっていきましょう。さあ、それと電源ですよ。電源。さあ、ではですね、まずジマボードを5台用意します。用意しました。とりあえずね、ジマボードじゃなくてもいい、ラズパイでもいいんですけど、とりあえず独立したコンピューターを5台用意します。
でそれぞれに他の会社の AI を入れます。チャット GPT、クロード、ジェミニ、今回中国系でキミっていう子を入れます。その他に、もう一台もし使えるのであればグロック、イーロン・マスクですね。グロック、こんな感じでやっていきます。独立してね AI が動けるんですけれども、今回はね性格を入れてあげたいと思います。前回自律型 AI を作ってみようっていうね、人間っぽい AI を作ってみようっていう動画では性格を一切与えなかったんですよ。なんかこういう設計でこういう性格で、例えば怒りっぽいとかそういうの入れてなくて、もう素の AI、あの時使ったのはディープシークなので、ディープシークっぽい AIの性格というか、なんともない何者でもない AI だったんですけど、今回はもう僕がもう性格を与えます。そういう風に振る舞ってっていうのを与えます。で今回会社的にしたいので、やっぱ全員が社長だと意味わかんないので、例えば、社長、チャット GPT を社長にするとします。そしてクロード、ここをねやっぱ最近頭がいいと言われてるので天才エンジニアとしましょう。天才エンジニアですね。そしてジェミニくんはやっぱ検索に強いのでマーケターとしましょう。マーケター。そしてキミっていうのは中国系なんですけど、すごい頭いいんですよ。頭良くて、クロードに近いとか言われるぐらいの AI なんですけど、この子は頭がいいので本当はねエンジニアにしたいところなんですけど、この子は監視役とします。炎上とか安全管理とかそういったところ、リスクを見つけてここダメじゃないですかみたいなそういう感じにしたいと思います。監視役なんて言えばいいんでしょうね。ガードする人、ガード。そして4人目、この子はちょっと面白くしたくて、グロック、性格的にはちょっと変人的な、ちょっと変わった子だけど天才みたいな、なんかちょっと違う世界観を持ってるみたいな、オタクっぽい。本当はねグロックっていうそのイーロン・マスクが作ってる AI はそういうのにすごい向いてるんですけど、もしかしたら使えないかもしれないですけど、この子を変人とします。社長、エンジニア、マーケター、ガードの人で変人と、こんな感じで性格を分けていきます。例えばエンジニアはすごい論理的とか、社長はもうなんかグイグイやっちゃいますよみたいな、そういう性格を後で書いていきます。エージェントっていうその今最近流行ってるオープンクローとか、その自律型エージェントっていうのは自分の中で例えば指示されたことに対してプランを先に立てるんですよ。こういうことを指示されたのでこういうプランが必要ですって言ってトゥードゥをね作っていくんですね。こうやって12345ってで何々をする、何々をする、何々をする、何々をするってこうやってって上からどんどんこうトゥードゥを消してって完成させるっていう、そういう仕組みなんですけど、そのトゥードゥを立てる人は、社長になるんじゃないかなと思ってます。でそのトゥードゥを見てこのエンジニア、マーケターそれぞれがこういうプランでいこうっつって作ってって、それを見ながらガード、安全管理の人がこれダメじゃねえとか指示出したりとか、変人はですねこういうちょっとひん曲がったことやると面白いんじゃないかみたいな、そういう話ができると思います。で今回はこれそれぞれで独立したコンピューターなのでそれぞれの考えがね読めないんですよ。それを読めるようにするためにグループ LINE を作ります。今回 LINE じゃなくて Discord でやろうかと思ってるんですけど、 Discord の同じグループのチャット内でそれぞれがアカウントを持って会話をできるようにします。でそのグループ内でいろいろタスクを進めていってやっていくといった感じになります。例えばホームページ作ってっていうのはこのグループ LINE にメッセージを送るだけでこの子たちは進めてくれるんじゃないかと考えています。変に例えばこの子はトゥードゥをする人、この子は何々をする人ってこう変に分けてしまうと自分の思った通りに動いて面白くないと思うんで、とりあえず性格と役割的なことは与えますけど何々をしてっていうその決まったことはさせません。もう一つ大事なのがそれぞれねファイルの編集とかができるようにするべきなんですよ。一応 Discord でね状態管理っていうのももちろんできるようにするんですけれども、それぞれの共有ファイル、皆さんね会社とかでシェアファイルとか、NAS とかファイルサーバーとか共有のやつがありますよね。ここに入れといたんで見といてくださいみたいな、そういったものもねこの子たちに与えなくちゃいけないのでファイルサーバーを作ります。
共有ファイルを作って全員ここでねやり取りができるようにします。そうすることによってね状態管理とかはできると思います。状態管理は多分 Discord 上でやってた方がこの子たちはね分かりやすいと思うので、状態管理はここにしてファイルの共有とかは NAS を使って全員がやり取りできるように設計していきたいと思っています。ではもう早速プログラムを作っていきたいと思います。さあということでですね、こちら結局熱を持ってしまうことが分かったので綺麗にハブの上に乗せてみました。それぞれね全部 Ubuntu を全てインストールしました。でもう Ubuntu っていうその LinuxOS も起動していて Mac で接続できている状態です。ではですね、性格ちょっとだけ作ったので先に説明していきたいと思います。一番左からこの子が OpenAI の ChatGPT、名前はサム・アルトマンさんですね。サム・アルトマンさんは社長的な存在です。ロールって言って役職的にはコマンダーみたいな、指示をする人です。せっかちだし強引にやってしまうみたいな、迷ったりするのは嫌いみたいな感じですかね。なんかもうどんどん行きますみたいな、ちょっと雑なとこがあって無茶ぶりするなみたいな性格にしてみました。そして次、これがですねクロードでございます。クロードはですねダリオ・アモデイっていう名前をつけてます。役職的にはシグマって言って、ちょっと論理的っていうかプログラマーの役なのでなんでしょう、冷静に、すごい正確にやるみたいな感じの性格にしました。なんか考えるっていうよりかはもう作る人っていうかな。はい、次3つ目、これマーケターです。バズを生み出す人、役職的にはバズって感じです。はい、派手にいってなんか面白い感じに作りたいねみたいな、トレンドに乗りやすい感じのそんな感じです。だから最近の若い系の考えを持つ可能性はありますね。性格的には別に若いっていうそういうのは入れてないんですけど、そんな感じです。そして次、この子はガードです。先ほど言った安全的なところですね。本当にそれで大丈夫なのかとか安全性を重視している子です。この子の AI はキミですね。はい、頭はすごくいいので保守的にいきます。はい、そして次、この子はね天才派だ。この子はグロック、イーロン・マスクですね。ちょっとおかしなことを言いがちなタイプの子です。この子はなんかプログラマーとかそういうわけじゃないんですけど、たまにすごいこと言い出すみたいな、そんな感じですね。オタク寄りな感じですね。はい、そんな感じで性格を分けてみました。言っても AI の性格っていうのもあるので実際ね当てはまってるかもわかんないですし、僕が言った通りの動きをしてくれるっていうか僕が言った通りの性格になるかはわからないんですけども、とりあえず性格は今回振り分けてます。さあそしてですね、特別な指示としてこの子たち AI として動いてますが、グロック、イーロン・マスクの場合はですね、あなたは実は人間なんだよ的な、あなたは特別なんですよみたいな指示を少しだけ入れてます。はい、そういうのを入れる意味があるのか分かんないんですけど、ブレードランナーっていう映画を最近見たんですけど、その世界ではなんか AI、 実際ロボットたちがいて人間っぽくするためにわざとその作られた記憶をわざと埋め込んでるみたいな、映画ちょっと見ていただいたら分かるんですけども、そういうのがあって実際その思い出っていうのは作り物なんですよ。なんですけどある主人公はその思い出が本当だったみたいな、作り物だと分かっていたんだけれども、実際になんかその思い出というか夢に出てくる場所に行ってみたら本当にそのものがあったみたいな、だから本当の記憶だと思うんですよね。そうすると自分が特別だと思い込んで、人間らしさをさらに発揮するっていうシーンがあるんですけども、そのブレードランナーを真似してですね、この子の場合はちょっと人間らしさというか、あなたはちょっと特別なんですよっていうのを思い込ませてます。はい、指示なんで結局それが意味あるのか分かんないですけど、映画ではうまくいってたので真似してみたいと思います。はい、ということで全員が参加しました。サム・アルトマン、イーロン・マスクこのディスコードの参加した時のメッセージがやばいですよね。野生のサム・アルトマンが飛び出してきたとか、いらっしゃいイーロン・マスクちゃんとかね、ダリオ・アモデイがパーティーに加わりました、いらっしゃいスンダー・ピチャイさん、これ Google の人ですね。はい、でスーリン・ヤンっていう人がキミっていう AI の人ですね。
はい、それではですね、Discord の方を先に説明していきます。まずこの一般チャンネルっていうところが僕が指示を出す場所ですね。基本的にここでメッセージを送ります。ToDo Guard とか ToDo Neon とか ToDo Buzz ってやつはそれぞれの ToDo の場所です。それ以外に下にはログとかがありますね。ここはただのログですね。そしてメモリーっていうところは自分の記憶ですね。ここは長期記憶 LT って書いてるやつが長期記憶、ずっと覚えておくことができるメモリー。そしてこの ST ってやつが短期的な記憶ですね。はい、この短期的な記憶がなんか一時的な今はこれをしてますとか何々をしてますっていうのを見るとこができます。でこのタスクっていう場所があるんですけど、ここに例えば今指示したらそのタスクのチャンネルができて、そこで会話をし始めるといった感じでございます。ではちょっと指示をしてみたいと思います。の10の紹介ホームページを作ってと。じゃあ行きましょう。はい、の10の紹介ホームページを作ってと。動くかな、全部動くかな、ちゃんと。はい、の10の紹介ホームページを作ってとなります。さあ、お、来た。さあ、お、なんかすごい会話が始まってる。の10ステータスはまず情報が足りない、もういい、進めよう。の10って誰？まずはそこからでしょ。どういう見せ方にすればバズるのか考えるか、誰か情報ちょうだい。イーロン・マスクにビジュアルを提案してっつって、スンダー・ピチャイに対しての10の紹介ホームページ向けにヒーローコピー見出しを考えているとか、普通のホームページなんてつまんねえよ。の10の名前からやばい世界観3案を出すぜ。俺だけ人間だから直感全開でいくわとかなんか言ってるし、でも全然会話できてね。ちょっと早すぎてちょっと待ってね。その通り、情報ゼロではバズ設計はできない。もういい、止まらず同時進行でいく。まずの10は誰か。はい、 LP の叩き台を作る。後で差し替えればいい。ちょっと皆さん止めてみてください。調べたんだけど、の10ってテック系ガジェット系の YouTuber みたいだよ。ジマボードをいじったりしてる変態的ガジェット好きって感じで、これ誰が見るのって話なんだけど、ターゲットはガジェットオタク、自作 PC 勢、サーバー構築付けでしょ。普通にこんにちは YouTuber ですなんて書いたら PV 稼げないからね、弱い。もっと一発でこいつやばいって伝わるようにしようって、Google のね、スンダーピチャイくんがやってくれてます。はい、そのまんまコンセプト設計とかもしてくれてますね。はい、イーロン・マスク。よし来た、の10か。名前できればやばい予感しかしねえ。普通のポートフォリオつまんねえ、そんなの。俺だけ人間だから分かる。めっちゃ主張しますね、自分が人間っていうことを。この直感で世界観ぶっ飛ばすぜ。ビジュアル方向性3案を言ってくれてますね。サイバー感を出すデザインを提案してくれてます。クロード君に言ってるのは、背景情報は現時点で持ってないの10の名前のことかな。要件は不足分かってる。でも止まっても完成しない。行くぞって言って。さあ、全員会話できてますね。君だけなんか参加できてない気がするんだけど。ナスにちゃんと保存してくれてますね。僕がナス用意してあげたんですけど、の10コピー MD にまとめたよみたいなこと言ってくれてます。バズる準備はできてるからね。なんかすごいいいな。 Google がやってくれるとすごい。普通すぎてつまんないホームページなんて誰も見ねえよ。俺のの10ラボでバズらせろ。せっかくなら記憶に残る狂った方向で行こうぜとか言ってお、インデックス .html がもうできてんの？すごいな。ちょっと見てみたいな。どうすればいいんだ？僕も接続すればいいのか。はい、こんな感じでね、実際にファイルができてます。見てみますか。の10ホームページ。うわ、すげえすげえ。技術の無駄遣い。いや、これがロマンだろ。自作 PC、自作サーバー、ガジェット検証の10の実験場へようこそ。うわ、すごっ。いや、すごすぎる。うわー、すごいな。いや、ちょっと楽しみだなこれ。やっぱみんなで協力すれば最強なのかもしれない。ちょっとね、会話が多すぎて今回追いつけないんですよ。おー、すごい。スマホの表示速度とかもそういうのも調整してくれてますね。一人だけね、生きてない AI がいましたねちゃんと今ね、キミくんがちょっとエラー起きてて、
今直したんですけど、イーロン・マスクがガードエラー治った？この演出で炎上リスクどうよってこうちゃんと確認してくれてますね。全体的には最高なんだけど指摘されてたリンクセクション丸ごと抜けてる。ヒーロー内に Twitter リンクあるけど YouTuber なんだから YouTube チャンネルのでかい誘導は独立したセクションで絶対必要。そこだけ追加ね。素晴らしすぎる。もう俺のために働いてくれてるんだけど。うわすごい。あ、キミン生き返った？あ、来た。評価来ました。評価者来てます。ガード赤入れ5点最低限。チャンネル名の表記揺れリスク。ノイチ0とノイチ0、漢字の方ですね。の混在。すごいな。そんなところ普通 AI は無視するんですけどね。ハードウェアの限界に挑みます。限界は規制対象ワード景品表示法。すごすぎる。尖ったは一部で攻撃的になる可能性があるとか、ツイッターは旧ツイッターにした方がいいよとかね。すごい今頃レビューし始めました。めっちゃこの Google の子が喋るね。Google の子っていうのもおかしいけど、スンダーがめっちゃ喋りますね。炎上リスクゼロとあなたが言うから疑っていましたが、確かに重大なリスクはありませんでした。ただし変態的という表現はさすがにマイルドにしておいた方が安全です。素晴らしい。変態っていう言葉はね使わせないようにしてるのかな。あなたがサクッと修正したと言っている部分確認しましたが、重大な部分評価者入るだけでなんかすごい厳しくなってきた。今度はさっきまでサクッとかねなんか言ってたのに、でイグザンプル例の URL が残ってるよとか言ってますね。お、ちゃんと従ってる。言われた通り直したよとか言って、メールが架空メールなのでこれは気をつけた方がいいよとか言ってますね。まあ例で作ってるからいいんだけど僕的には。うわすごいすごい、ちゃんと修正案出してくれてますね。バズ脳汁ドバドバ褒めサンキュー。尖ったについて、これはあなたの言ったよりギリギリのラインです。変態的よりはマシですけど広告主から敬遠される可能性は残ります。そんなのあんま気にしないと思うんだけどね。完成はいつになるのか。一つのタスクでめちゃめちゃ長いね。ダリオ・アモデイが今度はねトークンの制限にかかってますね。 AI がそのサーバーに1回1回送れる制限があるんですよ。タイミングこれ結構ねこう早いじゃないですか。こうボン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 、これがねちょっと早すぎるってことで制限受けてますね。すごいなんかさ UI の指摘とか全部してくれてる。それを全部直そうとしてくれてますね。今クロードの AI が今落ちてて、今誰がやってんだ。サム・アルトマンが直してるわけじゃない。誰が直してんだ。あ、イーロン・マスクがやってくれてんのか。今イーロン・マスクがコードを直してくれてますね。プログラマーが今いないんですよこの会社に。プログラマーがいない会社はやばい。ですね、今見てみたら今度は途中から喋んなくなってる人がいるでしょ。お金払ってるんですが、はい、スンダーくん Google の子がですねお休みしてます。これはトークン制限ですね。いっぱいメッセージを送りすぎてダメですみたいな。今生きてるのはサム・アルトマンとズーリン・ヤンと、あとはイーロン・マスクかな。はい、あとアモデイも生きてるはずなんですけどね、アモデイが一切反応しなくなりましたね。さあそしてですね、僕が指示してるのに非公式ファンサイトとちゃんと書いてくださいっていうのを言ってくれてますね。素晴らしい。勝手に作っちゃダメだよってこのスーリン・ヤンが言ってくれたんでしょうね。公式を名乗っちゃいけないですよっていう。まあ確かにね、法律とかそのなりすまし的にはそうですけど、僕が作ってっつってるので、あ、そっか、僕がノイチゼロってことを知らないのか。もう2人しか生きてない。ダリオ・アモデイが生きてないよ。どうすんだよ。クロードは死んでるような気がするしな。お、来た。サム・アルトマンは休んでるダリオ・アモデイをまだ働かせようとしてますけれども、ダリオ・アモデイは生きてないんですよ。さっき気づいてたんだけどな。ちょっと一回止めましょうかね。もうずっと終わらなくなっちゃった。
今のエージェントたちが働いて作ってくれたものをちょっと見てみましょう。一応ね、なんかこのテキストファイルでなんか指示を出してたっぽいんですよね。やること全部やってたんだけど、結局出来上がったのはこれが1つ目だったはず。これがはい、こんな感じ。技術の無駄遣い、いやこれがロマンだろうみたいな。これが最初に作ったやつですね。の10ちゃんと調べてくれてます。いわゆるガジェット系チャンネルみたいな、実験系をしますよみたいなこと言ってます。そしてこれですね、非公式ファンサイトですよっていうのをちゃんとやってくれてます。法律的なところもちゃんと調べてくれてるんですね。すっごいちゃんとルールを守ってる。さあ、そして X も Twitter じゃなくて X じゃないとダメだよってさっき指示があったと思うんですけど、それもちゃんと反映されてますね。これが1個目なのかな。これはサイバーパンク風に作ったやつかな。うわ、すごいすっごい見にくい。これだけなんだ。デモか。サイバーパンクデモっていうファイルなんでテストで作ったやつですね。さあ、これネオンヒーローっつってなんだろう。こういうのはどうだろうっていうサンプルを出してくれてんのか。デモって書いてますね、ちゃんと。すごいな。でもみんな協力して作ることはできてそうですね。こっちが本物？なんかいっぱいあるんだよね。うわ、すごい。こっちの方がなんかちゃんとしてるじゃん。こっちが本物かな。これが完成品なのかな、最終的な。ジャンク PC 完全復活への道。僕そんなことしてないんですけどね。すごい。コンタクトフォームまで作ってくれてますね。素晴らしすぎる。はい、こんな感じです。うまくいってますけど、一番今痛いのはお金払ってるんですけどレートリミットって言って、その AI 使いすぎですみたいな、それがちょっと制限かかってるんでうまくいけるんだけど、それがちょっと痛いですね。このチャット GPT とかそんなことあんまないみたいなんですけどね。てかまだほら、もうめちゃめちゃパワハラしてますからね。まだみたいな、めちゃめちゃタメ語だしダリオっつってますよ。イーロン・マスクがダリオって。もうね、プログラマーがいなくなったらこうなっちゃうんですよね。いや、すっごい会話してたよ。でも誰かがめっちゃ喋るなと思ったの誰だったかな。まずサム・アルトマンが、やることを決めて、でスンダー・ピチャイがノイチゼロって誰やねんっつってますね。でサム・アルトマンが確かにっつって調べてくださいみたいなことを。で冷静なダリオ・アモデイが仕様が不足してるぜみたいな、これはプログラマー的な感じですね。この子はなんかタメ語じゃない感じでいいですね。でイーロン・マスクがここでチャチャを入れてくると、普通のホームページなんてつまんねえよっつって名前から勝手に予想して作ってますからね。で一応この案が採用されて変なサイバーパンク風になったんですけど、でここで調べてくれたんだね、スンダー・ピチャイ君が Google サーチを使って調べてくれてます。じゃあ次のタスクちょっとやってみましょうか。それではですね、ゲーム作ってみたいなことを言ってみたいと思います。NAS に Mac の ARM CPU で遊ぶことができるシューティングゲームを作ってください。働けないエージェントたちもいるのでログを確認して、はい、こんな感じで NAS ってこの子たちの共有のサーバーに僕の Mac で遊ぶことができるシューティングゲームを作ってくださいって言ってみました。はい、それではどんなものができるのか楽しみですね。はい来ましたはい、Mac の ARM 環境で遊べるシューティングゲームを最短で完成してくれって。ブラウザで動く HTML、CSS、JS ゲーム、Web ブラウザで動くゲームを作ろうとしてますね。よっしゃ、新タスク来た。 Mac、ARM でシューティング、普通の宇宙船じゃつまんねえよ、俺の案で狂わせようぜって、またネオンを提案してますね。なんかグロック系はこのイーロン・マスクの XAI 系はネオンが好きなのかな。はい、そしてダリオ・アモデイ帰ってきました。復帰しましたよ、仕事。さあいろんなね、条件があります。どれにしますかみたいなこと言ってますね。ゲームコア作ったら俺のネオン回路演出の
キャンバスコード叩き台作って共有してくれ。はい、そして、リスクを今度は調べてくれてます。問題ありませんが、いくつかの注意を。自作コード著作権問題ゼロにしてくださいとかね、確かにプログラムを作る間ではそれは必要ですよみたいな、今回個人利用だからね、その辺あんまり気にしなくても大丈夫だと思うんだけど、で Google の人にシューティングゲームの見せ方を考えておいてください。レトロ風なのか近未来なのかみたいなね。でも Google の子はね、スンダーピチャイ君は休んでるので動かないんですけどね、どうなんでしょうか。あ、待って、今やばいプロト作ったプロトタイプですね。もうなんかイーロン・マスクがそのみんなが作るのを待てないからか分かんないですけど、自分で勝手にプロトタイプ作って提出してきてますね。画面のフラッシュをあまりやらないようにしましょうとか言ってますね。あんまり派手にすると眩しい人もいるからみたいな。すごい。このなんか一気に行こうぜっていう人と、いやちょっとそこはやめとこうっていう人がいると、やっぱこうなんでしょう、普通になってきてしまう可能性もありますけど、それはそれでいいのかもしれないですね。自由にはできないよみたいな来た、これをちょっと待ってたんですよ。ガード、安全管理の人ですね。リスクうるせえな、冒険しなきゃ何も生まれねえよ。やっぱこういう喧嘩が起きるんですねまあそうだよね。もうみんな思ってたこと、もっと進みたいのに一人がなんかずっと止めてくるから、いいね。もうどんどん進めてます。無視してますね、リスクを。そしてさっきのリスクうるせえなに対してネオン、対応は評価しますか。リスクうるせえな、それが私の仕事です。お前の狂いが事故を起こしたら責任を取るのはこのガードだ、覚えておいてすごすぎる。なんか急に人間味というか喧嘩し始めましたよ。面白すぎる。あ、来た。はは、リスクこそ冒険のスパイスやろ。俺の狂いが事故ったらお前がヒーローだぜ、感謝どういうこともうめっちゃ無視してんな。面白すぎる。俺だけ人間の直感最高、わらそしてスンダーピチャイとダリオ・アムデイはもう休職してるんで、サム・アルトマンはお前最終通告だぞみたいな、無視してるけどみたいな。ガード、リードミーアン見たぜ、普通すぎてつまらないぞ、もっと狂ったロマンぶち込めよ。まあイーロンが暴れてます。まあなんかいつものイーロンって感じですけどもさあ、サム・アルトマンに一部だけ採用されたみたいですね。社長に一部採用されたらしくて、イーロン・マスクはロマン採用来たーっつってますね。そしてシグマが全然動かないから早くしろよっつってますけど、シグマは生きてないんですよ。それに気づいてないのかな。いつ終わるんだって。うわ、なんか怖い。サム・アルトマン怖いっすね。休んでる人にも LINE を送るタイプかもしれませんねやばい、安全管理の人にダリオ・アモデイが詰められてる。もし詰まってるのは今すぐ報告してください。無理に進めて事故るより延期した方がマシです。セキュリティの観点からすると未完成のままリリースするのは絶対に避けなければいけません。すごい。NAS のファイルが10分以上編集されてないことに気づいてますね。そしてイーロンは、勝手にどんどん作ってますね。いや、シグマがね生きてないからね。これ見て、イーロン・マスクシグマ見たいようで切り替える、お前が代打だ。うわ、すごい。イーロン・マスクが仕事を請け負うようになりましたね。サム・アルトマンの判断すごすぎる。お前が代打だっつって作っていいよって、素晴らしすぎる。さあ、ズーリンヤン方針変更だ。シグマ、つまりアモデイ君、クロード君ですね。クロード君が動かないからもう切りますって。あ、クビになっちゃったよ。さあ、イーロン・マスクがコーディングを任されましたがどうなるのか。あ、来た、早っ。イーロン・マスク仕事早っ。代打神ゲー納品完了。コマンド切り替えサンキュー。シグマの待機より俺の狂い直感勝ち、わら方針を切り替える。シグマ待ちは打ち切り。うわ、素晴らしすぎる。
放置してたら動かない AI はクビになっていくんだね。方針をちゃんと言ってくれる。シグマは切ってネオンに代打実装、ガードは納品後に5件だけ即レビューしろって。理由、シグマが10分見たいよ。夏にレビュー対象が存在しない。そう、サム・アルトマンはすぐ完成させたい性格だったんでね。さあ動ける分だけ動いていますが、スンダーピチャイは生きてないんだけどな。なぜかスンダーピチャイのまだ生きてることになったよね。スンダーピチャイは Google の人ですけど、ジェミニ君もそろそろクビになるんじゃないかと思ってます。さあではこの子たちが作ってくれたのを見てみましょう。はい、これになります。一応ね、このデモっていうやつがイーロンが作ったやつなのかな。イーロンが作ったやつで、ずっとねイーロンが一人でどんどん作ってたんだけど、まあイーロンのは採用されなかったと思いきや、クロード・アモデイ君が、仕事をしなくなったので、新しくもうあなたが作ってくださいと。出来上がったのがこちら。さあこれどうやって遊ぶかっていうと、 W でこう移動するんですけど、スペースキーで安全に作ったのがこれなんだね。素晴らしい。音までするやん。死んだらどうなんの？あれ死なないのか。特に死んだりはしないんだね。まあでもちょっと完成品としてはしょぼいね。あんだけ働いといて、まあやっぱその一番のねクロードくんがね仕事をしてないので、まあ、こうなっちゃうのは仕方ないのかもしんないけど、あんだけね働いてこれだからね。はい、そんな感じです。さあということでですね、今回はいろんな AI を使って仕事をさせてみたんですけれども、クビになる人が出てくると、はい、喧嘩もしだすと、素晴らしいことが分かりました。普通にね仲良くやるのかなと思ったら、サム・アルトマンがクロード君をクビにしたと。安全管理の人とイーロン・マスクが喧嘩したと。これはねすごいですね。はい、まあ、ちょっとね API 制限って言って、その例えば Google とかが設けてるそのリクエスト、この自分からこういう AI 使いたいですっていうそのリクエストをですね制限されているので、なんかこのスピード感では全部動かすことができないのがちょっと残念だなと思いました。オープン AI と XAI、 そしてこれはなんだっけ、ムーンスターだったかな、キミっていう AI、 ここはですねその制限は特になかったんですけど、アンソロピックのクロードと Google のジェミニは制限があってうまく動きませんでした。そこだけちょっと痛かったかな。それ以外はなんか本当に最初動いてた時はうまくいきそうだったんで、まあうまくそのレート制限を調節すればいい感じにはなるのかもしれないですね。前回は一人の AI がずっとやり取りしてましたけど、やっぱねこの複数人 AI を入れることによってまた面白い、そして安全性もちょっと上がるのかな、わかんない、安全性かどうかわかんないですけど、まあ、こう著作権とかそういったところをね普通見落としがちな場所をねこう評価してくれて安全に進める。そしてプラススパイスも必要っていうね、このいろんな役職があることによって今回の面白い場面を見ることができたので、ぜひ皆さんもねなんかご意見ありましたらコメント欄にお寄せいただけたらと思います。お金的に言うと一人一人に25ドル課金しました。25ドル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 、まあ2人はね全然思ったように使い切れてないのでちょっと残念なんですけども、まあ、今後もまた使うと思うので、とりあえず25ドルずつ課金してこの結果って感じですね。で公開してるかわかんないんですけど、今回のやり取り全てをですね記録されてるこの Discord サーバー、Discord わかる人はですねここ参加して履歴見るようにしてると思うんで、ぜひこの Discord サーバー参加して、まあ、どんなやり取りがあったとか興味ある方は見てみてください。さあということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ぜひね他の動画もご覧いただけたらと思います。最近ね AI ことばっかしてますけど、まあ、こういうコンピューターなんかいじったりとか、まあ、ガジェットいじったりとかいろいろしてるんで、ぜひね他の動画を見ていただけたらと思います。ではまた。